攻撃モーションに入った瞬間にこうやって今みたいな感じで自分が移動しちゃうとせっかく発生した攻撃がキャンセルされちゃいます。なんで時には勇気を持ってそのまま動かないことも大事だからね。 FCS で技の出を早くしないと自分が攻撃しても敵に潰されちゃうことが多いんですよね。それがちょっと課題というかどうしようもないところで、今回ですね、剣士で自分の意思で攻撃を発生させるマニュアルアタックというモードを作ったのでご紹介します。これの機能としては攻撃を直接アクションを発生させるというよりも攻撃を予約するっていう感じなんですよね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんで、実際やってみていただきましょうか。じゃあマニュアルアタックありなしでどれぐらい違うかを実際にやってみていただきたいと思います。まずはマニュアルアタックなしの状態から。マニュアルアタックは操作中のキャラにしか効かないんでソロプレイ想定してます。今武術で素手で戦ってるんですけど、自作のですね無双転生っていうモッドを入れてまして、そもそもマニュアルアタックがなくても強い状態です。なんでそれはご了承ください。もう普通の武術に比べてリーチもだいぶ長いリーチも長いですし、そもそも攻撃が発生してるのが見えないっていう、そんなモッドなんで、あと一撃で結構複数巻き込んだりするんでね、もともと強いんですけど、見ていただいた通りマニュアルアタックなしでもだいぶ強いと思います。今の坊主の人はこの人たちの奴隷なんで同時打ちするんですよね。後でも解説しますけど、こうやって敵の攻撃をギリギリかわすところで待機すると攻撃が発生しやすいんで、それはテクニックとして覚えておくと便利かもしれないですね。これはもうあらゆる武器共通です。マニュアルアタックなしでもこうやって立ち回るのが賢いと思います。剣士って敵も味方もまず攻撃のモーションが発生する前に次に誰が行動するかを内部で計算するんですよ。でその計算ができた結果誰が攻撃するって決めてるんで、敵が集団でこっちが一人の時に敵ばっかり攻撃が選択されるとこっちが一切攻撃できないんですよね。なんでできるだけ誰も攻撃しない状態から自分だけ攻撃するか、もしくは敵が攻撃してる最中ってもう当然その攻撃してる敵は順番回ってこないんで、こうやって攻撃を発生させてからのカウンターみたいなのを狙うと綺麗に決まりやすいですね。これは悪い例。ちょっと前が甘い。振らせて、どっかから湧いてきた。こうなるとひどいよね。だからできるだけってそうできるだけみんな一斉に攻撃振らせるのが理想なんですよ。こうやってバラバラに振られるとボッコボコにされるんで気をつけてくださいね。これ悪い日本。ダメ。いかんよ。みんなこうするとこうやって攻撃決まりやすいんで。よし、行きましたね。じゃあマニュアルアタックありでやります。アットキーを押すとこうやってシュッシュって音がするんで、これありでいきますね。もうあらかじめ言っておきますけど、このモッドすごく体感しづらいモッドなんで、とりあえずこの音がアットキーを押した時になったら動いてると思ってください。調子いいかな。いいね。一斉に振ってもらって、ちょっとばらけてきた。いいね。でね、こっちが攻撃モーションに入っても攻撃モーションに入った瞬間にこうやって今みたいな感じで自分が移動しちゃうとせっかく発生した攻撃がキャンセルされちゃいます。なんで時には勇気を持ってそのまま動かないことも大事だからね。 FCS で技の出を早くしないと自分が攻撃しても敵に潰されちゃうことが多いんですよね。それがちょっと課題というかどうしようもないところで。やったか。はい、こんな感じです。
さっきより早かったよね、きっとね。はい、じゃあ、インストールの注意点を先に伝えておきたいと思います。このモッドは前提としてダイレクトコントロールというモッドが必要になります。これ、鍵手をもうマウス操作じゃなくて WASD で操作できるようにするというもう神モッドなんですけど、これを作った人もマジで天才だと思います。今回のこのマニュアルアタックのモッドもダイレクトコントロールモッドの仕組みを利用して実現しています。なんでね、このモッドがなかったらもう自分の意思で攻撃なんてことはありえなかった。なので当然前提としてこのモッドが入っていることが条件になります。これが入っていないとマニュアルアタックも全く発動しません。で、ダウンロードなんですけど、Steam 版の方は Steam コミュニティからサブスクライブするだけでインストールできます。GOG 版の方は Nexus からアクセスしてダウンロードしてください。URL は概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただければいけると思います。で、マニュアルアタックは Steam 版と GOG 版があります。これは間違えずに正しい方を入れてください。申し訳ないんですけど、Steam でも GOG でもない方は万が一にも動きません。ゲームがクラッシュしないよう配慮はしているんですけれども、これテスト段階でバンバンクラッシュしまくったんで、落ちないとは保証できません。なので、Steam と GOG じゃない方は絶対に入れないでください。では話を戻しまして、見ていただいた通りで、効果があるなと感じていただけたのではないでしょうか。あれはですね、この WASD のモッドとマニュアルアタック、このモッド用に FSC という、鍵手の自作モッドの機能、公式の自作モッドの機能を使ってフルカスタマイズした状態のものを使ってるんで、かなり発動しやすくなってます。なのでね、そういうカスタマイズなしでやると、本当にがっかりすると思います。これ誇張抜きで。なので、ちょっとね、いろいろと説明をさせてください。今回のこのモッドはですね、冒頭でお伝えした通りで、こういうエルデンリングみたいにボタンを押したらアクションを発生するという感じのモッドではありません。もうね、これは絶対に覚えておいてください。ボタンを押しても即座に攻撃は絶対にしません。天地はアクションゲームではなくて、言うなればリアルタイムシミュレーターみたいなゲームなんで、それに基づいた動き方をします。なので、ちょっとこれからそれを説明していきますね。こうやって敵と味方が複数いる状態だと、次に攻撃するのが誰かというのを、例えば武器のレベルとか、近接攻撃のレベルとか、あとは何かしらの乱数が働いていると思うんですけど、そういうものでいろいろと計算をして、次に誰が攻撃するかっていうのを、この剣士の内部ですごい激しく、マイフレームレベルで計算が繰り返されています。で、それで当選すると攻撃が発生する。で、攻撃の順番が覚えられていて、で、順番が巡ってきたところで攻撃が出てくるという流れになってます。おそらくね。で、今回のモッドでやってるのは、もうそういう数字を全部ぶっ飛ばして、自分が次攻撃しますっていうサインを、このシュッシュっていう音がするたびに送り込んでいるっていうものになります。なんで、この音が鳴った段階ですでに相手がもう攻撃が選択されていると、それを上書きすることはできません。もうそういう順番までジャックしてやろうとしたんですよ、実際。そうすると、もうゲームがクラッシュ祭りになって、もう全く話にならなかったんで、できる限りの妥協点というところで、この状態に落ち着いています。で、次にですね、発動の条件として、技が繰り出されるには、敵のこの対象との適正な距離が必要です。なので、例えば、パンチであればもう本当に敵とゼロ距離じゃないと発生しないとか、そういう仕様があるんですけど、その辺が FSC に登録されています。なので、その適正な距離に自分のキャラクターがいないと攻撃は一生発生しないんで、この左クリックをした時に敵との距離がちゃんとしている、適正な距離にいることが大事になってきます。あとですね、例えばその距離がバッチリで、タイミングがバッチリだったとしても、自分のキャラクターが防御したりとか、回避したりとか、移動する、もしくは
敵の攻撃を受けてよろけ状態になっているっていう時は、もう強制的にそういう攻撃フラグが全部折れて攻撃じゃないモーションが入っちゃうんで、そういう場合はまた次に動ける状態になるまで待機する必要があります。はい、今めちゃくちゃ攻撃の命令出してるんですけど、全然攻撃が発生しないのが分かりますかね。ちょっと同士打ちが始まってるので、どれが自分の攻撃だか分かんないんですけど、いててて、今出ましたね。こんな感じなんですよ。剣士の使用上、攻撃が選択されても移動や被弾ダメージで攻撃がキャンセルされます。で、おそらくですが、攻撃よりも防御の方が優先されるっぽいです。なんでね、こんな感じで敵の手段に突っ込んでって、いい感じで攻撃してやろうと思っても、あ、出た。なかなかね、思うように攻撃してくれないんですよ。攻撃できる状態にならないと発動しないんで、敵が攻撃中だとか、自分が動き回っているとか、そういう状態だとなかなか攻撃ができません。なんで、攻撃するときは、いて、ね、こうやって、こうやってダメージを受けてると攻撃できないんで、敵が多ければ多いほど不利。まあ当たり前なんだけどね。攻撃するときは、こうやって自分が足を止めた状態で、足を止めた状態じゃないとキャンセルします。そう。で、防御が優先されるんで、こんな感じになります。わかるかな？はい。まあこんな仕様なんで、おそらく発動してるか全くわからない可能性があります。アットキーを押すと、こうやってシュッシュッシュッって音がするんで、この音が出たら一応発動はしています。はい。じゃあ、ここから、すごい大事なこと。FCS で技をいじらないとどうなるか見ていきたいと思います。これはですね、技をいじる系のモッドは何も入ってない状態で、もう初期状態ですね。運動能力だけちょっと上がってますけど。で、武器も初期武器。この状態でやってみましょうか。これが一番わかりやすいと思うんで。じゃあ、このホーリーネーションの市民。まあ、低レベルの雑魚対決なんで、お見合いし合うはずなんですけど。でも、意外と攻撃すんな。意外と攻撃しますね。なんか低レベル同士であんまり攻撃しないところをもっと使うとこんなに攻撃するよって言いたいんだけれども、お互いすんげえブンブン攻撃しますね。全く休まることを知らないじゃん。おう、激しい。実力者から均衡してるから。こんなに攻撃されるとあんまり俺のもっと意味ねえんだよ。もっと明らかに強い人じゃないと困るな。この人たちは強いよね。強い。よし。まあ相手の攻撃が69なんで明らかに格上ですね。で、この状態で攻撃モッドを使わずに今戦ってます。なんで、まあちょっとこのギリギリでかわすところだけ意識して、かつ集団戦。一瞬ね、振りかぶったら攻撃しようとしてるんだけど、まあ僕がいかに攻撃をしないかを見ていただきたいんですけど、ちょっと実力差がありすぎる。まあそれはしょうがないんだけど、ちょっと食らいすぎてね。いいよ。じゃあ今度はアタックモッドありでやってみましょう。このブッて音がしたらやってるんですけど、どうですかね。もう明らかに攻撃してないのがわかると思うんですけど、攻撃するんだったらもう振りかぶったり何かしらモーション入るんですけど、全然その素振りもなしと。いった。いやー、ちょっと想定通りとはいえ意地見せたよね。いいね。今振りかぶりました。いってる。出てる。ちゃんと間合いとタイミングさえつかめば攻撃出るはずなんだよね。どうだい？ちょっと見えづらいね。こっちでやろうか。振っちゃった。振らせて。そう。こうやって敵の攻撃を振らせて自分のターンが待ってきてるなら攻撃はしてくれるんだけど、3人同時に攻撃してくれたらな。攻撃をばらけさせるのが一番ダメなんで、
こういうんじゃなくて、1、2、3じゃなくて、3人同時に1って振ってくれると隙ができるんだよね。難しい。これが一番ダメなパターンだから。3人同時に振らせたい。揃ってきたよ。今攻撃しようとしたよ。よいしょ。右腕いってる。武器振れませんね。これはもうダメだわ。ちょっと終了しよう。今のは悪くなかった。こんな感じなんで、別に必須とは言わないんですけど、FCS でちょっと技いじるのは、もう準必須ぐらいに考えていただいた方がいいと思います。モッドをいじるつもりがない方は、ひょっとしたら存在すら知らないかもしれないんですけど、Steam の管理画面のこのプレイからいくと、モッディングツールを起動っていうのがあるんですよ。これを選ぶだけで、その FCS ってやつに行けるんで、Steam の方はここから進んでください。なんか出てきた。結構です。こういうのが出てくるんで、ここで自作モッドを作ることができます。じゃあ検討しようか。検討して、一旦クリエイトして、で、ドーンすると、こんな感じでいろいろいじれるんで、皆さんそれぞれいじってみてください。本当はね、ちょっと細かく説明しようと思ったんだけれども、それをやってるとすんごい尺が伸びるんで、一旦今の無双転生っていう自作の元を武術で使ってるんですけど、それが完全に WASD のダイレクトコントロールと今回のマニュアルアタックに特化した設定になってるんで、それのキャプチャー入りますね。ちょっとこのキャプチャーを見て参考にしていただいて、この数字をこういう風にいじってるんだっていうのを見ていただければ使える技の設定ができるんじゃないかと思うんで、これ見てやってみてください。ポイントはこの右の欄のイベントっていうところとアニメブロックドフレームっていうところ、この2つを若い数字にするのがポイントみたいです。こうすると技を出すとすぐにヒットしてダメージが出るという感じになるみたいです。これ強くなるかな。ちょっとやってみようか。これでモッドに、今の剣がチェック入ってるんでやってみると、補足しておくと、サンプルで見せたのは武術の技ですけど、今、別でこの剣じゃねえや、この持ってる武器のリーチをちょっと長くするのだけやってみました。これで当たり範囲がでかくなってるんで、ちょっと遠めの前から攻撃を振りかぶってくれるはず。ほら見ました。来た。いいね。そうなんですよ。こうやっていじるとなんかね、ちゃんと反応してくれるようになるんで、僕のマニュアルアタックモッドがようやく輝くと。今も振りましたね。当たんなかったけど。こんな感じです。チーン。でもこれで大体伝わったかな。なんでね、ゲームの改造自体はすげえ難しかったんですけど、機能としてはかなりシンプルです。もう自分にあなたは攻撃する順番ですよっていうのを強制的に上書きするっていう感じ。ただし、それは他のコードの何よりも優先されてコードに入るかっていうとそうじゃない。そうはできなかったんで、何も入れないよりは攻撃をしてくれるぐらいな感じに仕上がってます。で、ダウンロードの方法なんですけど、これ今 GOG 版なんですが、リーケンシが入っていれば、入ってなくてもあるのかな。この mods というフォルダにダウンロードしたマニュアルアタックのフォルダを突っ込んでください。そうすると、もうこれだけで動きますんで、これね、マニュアルアタックっていうフォルダの名前が変わっちゃうと動かなくなるんで気をつけてくださいね。で、この発動してから攻撃するまでの予約の待機時間は 0.2 秒なんで、基本的にはもうこうやってもう聞いていただいている通りで連打するのが推奨です。連打してください。で、0.2 秒短いと思うかもしれないですけど、なんか攻撃の予約が長すぎると、やべ、違う行動したいって時にちょっと不便かなと思ったんで、
治療しなきゃみたいな時にね。はい。こういう場面よくあると思うんで、一応連射すりゃいいやと。で、0.2 秒だったら、この連射もそんなにきつくないじゃないですか。なんで、一応 0.2 秒ってことにしてます。身も蓋もないこと言っちゃうと、僕ね、エルデンリング好きなんですよ。で、剣士って本当に結構タイトル買いしたところがあって、そういうゲームなんだそういうゲームなんだと思って買ったんですよ。マジで。で、そしたらこういう感じだったんで、なんかちょっとモヤモヤが残っちゃって、自分で操作してんなってずーっと思ってたんです。で、そう思ってるところで WASD の元が出てきて、これすげえやというのが、この元を作るきっかけになった事件ですね。でね、その WASD の元自体も実は自作しようとしたんですよ、一回。そしたら AI に、それは不可能です。剣士はそういうゲームじゃないので、別のゲームでやってくださいって言われちゃったんですよね。でもそれを見て、そりゃそうだってすんげえ納得しちゃって、それで一回、戦闘の元を作るのを諦めた経緯があります。でもね、その天才っているんですよね。その元ができちゃったことで、今回のこの開発につながったと。で、マニュアルアタックは作れたものの、やっぱり剣士ってアクションゲームじゃないんで、思った通りの爽快な攻撃にはならなかったんですが、近いものはできたかなということで、個人的には満足してます。とはいえですよ。皆さんが使った時に、この元が思った通りの動きをしてくれるかっていうと、多分そうじゃないと思います。正直ね。なんでね、ちょっとこれはこれはね、期待値はみんな高いと思うんですけど、実際蓋を開けてみたら、なんだこれ動かねえじゃねえかっていうクレームが殺到する予感がひしひしとしています。なんで、ちょっと皆さんも期待しすぎずに、剣士をやる時のお守りぐらいで考えていただいて、戦う時に左クリック連射してたらいつもより勝率が高くなるかもしれないぐらいの気持ちで使っていただければ幸いです。じゃあまたね。